皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ミセスマリーはシーカー族なのかもしれません。今回はこれらの話をしていきます。風のタクトとブレスオブザワイルド、時のオカリナのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。久しぶりに濃厚な内容になりました。テンポよく話していきます。風タクとブレワイの比較考察マップ編といった感じです。まずこんな感じで進めていきますという例を一つ挙げます。プロロ島と大地の神殿の渦巻き。プロロ島の話をする前に、まずは大地の神殿のことから話させてください。とても重要なんです。今までしっかりと話してこなかったんですけど、魚鳥村に瓜二つなプロロ島の目と鼻の先に大地の神殿があります。この神殿はサソリ型の鏡やコブラの石像があるところから砂漠を連想させられますよね。そしてここで手に入るアイテムはミラーシールドで、謎解きはそのミラーシールドで日光を反射させて太陽のマークに当てるという時岡の魂の神殿との共通点が多すぎる場所です。この神殿の壁にはひらがなの「つ」のような渦巻きマークがずらーっと列を作っているんですよね。これどこかで見たことありませんか？ブレワイの魚鳥村特定の2つの家にだけあるシーカーシンボルの中にゾナウの渦巻きが入っている他では見ないマークがありますよね。あれと瓜2つなんです。ちなみに風タク作中の他のどこにもこのマークは見当たりません。このマークが何なのかは全然わかりませんけど、この唯一無二の共通点からしてプロロ島は魚鳥村なんだと最近は確信に変わってきました。その他プロロ島についての考察のほとんどは少し前に独立した考察動画として投稿しています。動画説明欄に貼っておくので興味がある方はご覧になってみてください。僕はブレスオブザワイルドが敗北ルートを土台としながらも他の世界線の要素も何らかの要因でいくつか混ざってきている世界だと考えています。その何らかの要因というのがおそらくゾナウ族やシーカー族が持つまじないの力やハイラルの現代文明とは一線を画す技術力だと考えているんですが、今は何の手がかりもないので残念ながら説明はできません。しかしそれらは続編で氷山の一角としてダダ漏れてくるとは思っています。プロロ島の英語版の名称はアウトセットアイランド。アウトセットははじめ、発端といった意味ですね。日本名のプロロ島は序章を意味するプロローグから来ていると考えられるので、このゲームでは珍しく意味が一致していますね。位置的にはブレワイのマップにそれらしいところがなさそうですね。形が似ている魚鳥村は英語でルレリンビレッジと読むんでしょうかね。ルレリンの意味を調べてもこれといったものに出会えませんでした。何か情報をお持ちの方はコメントで教えていただけると助かります。大地の神殿については後ほど魔獣の項でお話しします。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。それでは風タクの方のマップを合わせていきましょうか。神の塔の位置が沈む前のハイラル城です。ハイラル百科にも主要作品のマップ比較がちらっと載っていて、この場所は後の作品のここかなというのが赤矢印でつなげてあるんですけど、風タクと時岡の比較に関しては風タクハイラルが水の封印に沈む前の残った島から予測した各住人の避難先が載っているんですね。風タクの沈む前のハイラルもかなりラフな絵なんですけど、ハイラル百科に載っています。これを時岡のマップと比べると、時岡の時代からハイラルが沈むまでに長い間、ハイラルが沈んでから風タクのプロローグまでにまた長い間、それぞれ時間が経過しているようですね。それがどれくらいかはわかりません。魚の島とハイリア島。魚の島は時のオカリナでいうところのハイリア湖の水の神殿真上あたりだと予想できますが、ブレバイのハイリア湖にあるハイリア島ってこの魚の島にかなり似ていませんか？カツタクのジャブー様は時岡に登場したジャブジャブ様の子孫的な存在だと思いますが、ハイラルが水に沈む前はきっとゾーラの里にいたんだと時岡のストーリーから推測できますよね。水脈がつながっていることをハイラル百科ではわざわざテキストで示してあるので、きっとブレワイ現在のハイリア島だと予想できる魚の島に泳いできたんだと考えています。風タクのゾーラ族については後ほど竜の島の時にお話しします。英語版の名称はグレートフィッシュアイルです。英語版の方がちょっと豪華な名前にしてありますね。偉大な魚はちょっと納得いかないです。魔獣島とイーガダンアジト。
ここのガノンドロフがいる部屋にはシーカー族が関わっている形跡がありますね。謎は全く解けていないんですが、ハイラリ百科の中で時岡と風拓を指し、テキストで魔獣島がガノンドロフの故郷であるゲルドの谷があった北西方向にあるのも不思議なものであると書かれていますので、魔獣島の位置はブレワイで言うとやはりゲルド地方のどこか、それも割と北の方なんだろうなと思っています。イーガダンアジトら辺ですかね。ブレワイのゲルド砂漠には処刑場跡というトワプリの砂漠の処刑場を思わせる遺跡がありまして、砂漠の南に位置しています。そして砂漠の処刑場も大地の神殿と同じく時岡の魂の神殿を思わせる場所なんですよね。なのに魔獣島と大地の神殿はとても離れています。あとこれもよくわからないんですが、タウラ島の近くに風の神殿がありますよね。風の神殿のボスはモルドゲイラで、ボスステージは流砂の中です。ゼルダゲームにおいてモルドと名の付くボスは砂漠にいましたね。正直これらの複雑に絡み合った矛盾を解消できないので、この考察についてはここらで止まってしまってます。やはりブレワイとはあまり関係なくて、時岡作中では明かされていない各ロケーション間には風拓世界線ではもしかして砂漠が広がっているのでしょうか。先ほどお見せした沈む前のラフウェイでは山に囲まれていて、その外は分かっていません。しかしちょっとだけ魔獣島の位置に関する手がかりになりそうな小ネタは見つけました。風拓にはサイコロの目の1から6をそのまま島にしたものが出てきまして、この魔獣島の目と鼻の先に4の目島という島があります。そしてトワプリの砂漠の処刑場の外観の壁に実はこの4の目の模様が描かれていました。多分任天堂さんのちょっとした遊び心で位置が近いのを匂わせてるんだと思いました。魔獣島の英語版の名称はフォルセイケンフォートレスと読むんですかね。日本語版と比べてかなり意味深な見捨てられた要塞という意味らしいです。魔獣島内部のマップはアメリカ国防総省をモデルにしたんじゃないかって感じの五角形です。実際の警備もモリブリンが至るところにいて結構硬いですよね。神の塔とボンゴボンゴ。この塔の外壁にはブレワイのシーカー遺物に見られる丸と線を結んだ星座のような模様がいくつも入っていて、ここのボスゴードンが放つ光の色はブレワイのシーカー遺物そのものです。ゴードンは時岡でシーカー族が守っている村であるカカリコ村の井戸の底に封印していたボンゴボンゴとの見た目や動きがかなり似ています。ダメージ床に囲まれた台地になっている戦闘ステージもそっくりですね。ボンゴボンゴから取ったデータをもとにシーカー族がゴードンを作ったのか、それともゴードンの中身はボンゴボンゴそのものを使っているのかなどと妄想を展開してちょっと怪しんでいるという段階です。神の塔の壁をよーく見てみると、間を埋め尽くしているのはゾナウ族の特徴である渦巻きなんですよね。これらに意味があるかどうかはまだ考察途中です。神の塔英語版の名称はタワーオブザゴッツです。まんま神の塔。森の島とアデヤ湖。ここのダンジョンである禁断の森には雷の大地の緑マークとそっくりなものが食材として使われています。森の島の住人コログ族は時岡のコキリ族が海でも暮らしていけるように進化した姿だとされていますね。ブレワイのコログ族がどういうルーツなのかは今のところ謎に包まれています。ただ森に住むデクの貴様のそばにいるという点は変わらないです。時岡のコキリの森があった場所はブレワイでいうモルセコあたりにあったんじゃないかと僕は考えているので、森の島も位置を合わせるとするとそこになるんでしょうかね。最近気になってるのはアデヤ湖の南西の方に大きな木が倒れていることですね。位置的にそれがワンチャン先代デクの貴様だった可能性も考え始めています。周りにも林程度の木たちが残っていますね。また調べていきます。そのモルセコあたりにあったという考察内容については他の動画でお話ししているので、興味のある方はご覧になってください。動画説明欄に貼っておきます。英語版の名称はフォレストヘイブンというそうです。ヘイブンという言葉は避難所、安息所という意味があるみたいですね。安息の森的なニュアンスでいいんでしょうか。竜の島とゾーラ族。
ここにはリト族という風沢で初登場の種族が住んでいます。リト族はハイラルが水に沈んだ世界に適応するように進化したということでしたね。ゾーラ族はゾーラの里にそのままいたのではなくて、デスマウンテン近くに逃げて、その後リト族になったという感じなのかもしれません。ブレワイで言うとデスマウンテンのあたりだと思うのですが、ブレワイのリト族はヘブラ地方という西の寒いところで暮らしていましたね。また見た目もかなり違いがありまして、守り神のバルー様から鱗をもらうまでは羽も生えておらず、顔も僕ら人間に近い風沢に対して、ブレワイのリト族は生まれた時から羽もあり、顔も鳥のザ・鳥ですなので元がゾーラ族なのかも不明ですが、風沢とは別のルートをたどって進化してきたと考えています。英語版の名称はドラゴンルーストアイランドという名前でした。竜のねぐらの島という意味だそうです。タウラ島とシーカー族ミセスマリー。ハイラル城下町とカカリコ村の住人はカカリコ村の近くの後のタウラ島である山に移り住んだと考えています。城下町の人たちがタウラ島に避難してそこで生活を始めるというのも、時岡の城下町の人たちがカカリコ村に避難して住み始めることへのセルフオマージュかもしれませんね。場所は少し違うけど、住人がカカリコ村出身ということで、カカリコ村の BGM が使われていると考えています。その内容については別の動画がありますので、動画説明欄に貼っておきます。興味のある方はご覧ください。ところでカカリコ村といえばシーカー族ですよね。ブレワイに出てくるシーカー族の一人、プルワがかけているメガネを覚えていますでしょうか。縁の上に3本の突起がついていて、そのメガネをかけると真ん中に目が来て、ちょうどシーカーシンボルのようになるあのメガネです。少し話が変わります。他の動画でもお話ししたことがあるんですが、タウラ島には子供たちが勉強を学ぶ学校がありまして、そこの先生をしているのがミセス・マリーという女性です。蝶々のペンダントが大好きなようで集めています。それをプレゼントすると喜んでくれますね。彼女が着ている服の下の方にはシーカーシンボルだと思える柄が入っているんです。そして中に着ているインナーは某竜の玉の孫くんそっくりです。蝶々のペンダントはドラゴンボール説見えてきましたね。失礼しました。話を戻します。風のタクトでは勇者のお守りという名前の敵の体力を見透かす能力があるアイテムが登場します。その見た目は時のオカリナに出てくる誠のメガネを横に2つ並べたようなものです。誠のメガネは普通では見えないものを見透かす能力があるアイテムでしたね。皆さん風のタクトは Wii U 版でやる方がほとんどだと思いますが、もともとはゲームキューブで発売されたソフトでして、 Wii U 版ではなぜか変更されて魔獣の迷宮になっていたんですけど、ゲームキューブ版ではこのマリー先生にプレゼントされるアイテムが勇者のお守りでした。以上のことから僕はマリー先生はシーカー族もしくはシーカー族と関わりのある人物だと思っています。そしてこの勇者のお守り、ブレワイのプルワがしているメガネとよく似ていますよね。僕は薬剤の目視録のダウンロードコンテンツプレイアブルキャラクター追加第1弾にロベリーとプルワが来ると思っているんですが、プルワのオリジナルスキルの中にこの誠のメガネの要素があるんじゃないかと考えています。タウラ島の英語版の名称はウィンドフォールアイランドです。ウィンドフォールの字面からは想像できなかったんですが、広いもの、棚ぼたといった意味があるようです。棚ぼたとは避難する際にこの島を見つけたことに由来するんでしょうかね。気になったので日本名のタウラについても調べてみましたが、手がかりはなしです。怪しい言葉を知っている方がいらっしゃいましたらコメントよろしくお願いします。さてこんな感じになりました。ブレワイがどの世界線の最新であろうと同じハイラルという舞台なのは変わりありません。違う世界線だったとしても同じ建物、人物は出てきてもおかしくないですよね。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。